脳科学者の茂木健一郎、アーティストのスプツニコ、モデル・タレントのトラウデン直美。この3人がスタジオにトップクリエイターとその愉快な仲間を招き、スペシャルトークを展開。今回のゲストはアウグスビールを生み出した坂本健二とその愉快な仲間、建築家の広瀬大輔。広瀬さん、日本酒のデザインやってません？ラベルにお酒の名前を書かない。いろんな仕掛けとか企みとか驚きとかあって、企みって言ってもらって企み非常に嬉しいですけど。クリエイターとその愉快な仲間たち。この番組はエイブル、清水建設の提供でお送りいたします。トップクリエイターと次世代を担う若きクリエイターが出演するクリエイター育成発掘番組、クリエイターとその愉快な仲間たち。前回に引き続きアウグスビールの社長坂本健二さんをゲストにお招きしています。お願いいたします。お願いします。坂本さんの愉快な仲間がもう一人いらしています。建築家の広瀬大輔さんです。お願いいたします。坂本さんと広瀬さんはどのようなお仲間なんでしょうか？はい、坂本さんが深く関わってらっしゃる日本酒、こちらの木枯らしっていう名前を付けさせていただいて、それからパッケージなどのデザインをやらせていただきました。そうなんだ。その代表作をいくつか広瀬さんに解説いただいてもよろしいでしょうか？長野県の軽井沢に中軽井沢っていう場所がありまして、その昔は沓掛っていう名前の宿場町だったんですね。でそこにこの築40年の木造家屋が残っていて、でそれこそ本当に床が抜け落ちてたりボロボロの家屋だったんですけども、今旅館として再生しています。で沓掛という宿場町にあったので、今は沓掛ステイという名前で営業しています。空間の使い方がいいですよね。もともとのね木造をいかに有効にね使って作るかっていうところが一番面白いところでしたね。でもやっぱり中のお写真見るとすごく現代的というか、なんかいい感じのミックスになってて、ソファーとか全部自分たちの設計でデザインで作って、のれんなんかも藍染めじゃなくて実はデニムだったり、そうなんですか。結構いろんなところの小技をいろいろ聞かせて、まるで本当に昔宿場町にいろんな旅人が行き交ったような感じで、この2段ベッドもちょっと昔のカゴをイメージしてね、なるほど。設計して。確かに。これは今台湾真ん中あたり台中っていう都市がありまして、台中にねボロボロのって言っちゃいけないのかなもう10年ぐらい放置されてた200メーターの本当に長い長屋があったんですけど、すごいいい味。でそれをですねこの画面の左側なんですけど、全部のらりくらりと構造を付け足していって迷路みたいな感じで、迷路を歩いていくと何かお店を発見するっていうような商業施設を作ったんですね。楽しそうですね。でグリーンレイっていう名前が現地でついてて、もうこの辺りやっぱり治安もだいぶ悪かったみたいなんですけど、やっぱりグリーンレイができてから若い人たちが戻ってきてくれて、昼も夜も賑やかになったから治安が良くなって、まさに都市計画の一つというか入り口というか。そうですよね。なんかそれをきっかけに周りの人たちもどんどんいろんなことを考えてくれるようになって、ロンドンもよく治安が悪いとされているところに素敵なデザインのハブができて、でファッションとかアートの大学生とかが移ってきて、変わっていくっていうのがジェントリフィケーションって言われるんですけど、それが起きたっていうことですね。広瀬さんの作品ってあれですよね、有機的というかすごくなんかいろんな仕掛けとか企みとか驚きとかあってワクワクする、だから生命体としての奥行きみたいなのを感じるんですけどね。ありがたいです。もう企みって言ってもらって非常に嬉しいですけど、確かにちょっとアドフォックだったり少し
余白を残したまんま作らなかったりっていうようなこととかを入れながらちょっと任せてみようとか。遊び心だな。それ何か意識してやってらっしゃるんですか？そうですね、意識的にやってるつもりではいるんですけど、まあサボってるように見えるかもしれないですけどいやいいバランスだと思います。すごい。こちらはこちらはパリの、ルーブル美術館の、装飾美術館というところがありまして、そちらで日本の伝統や文化をパリの人に伝えようということでもう大きな空間を貸し切りまして、もう本当総合的に日本の伝統とか文化をビジュアライズしてパリの人にいかに伝えるかっていうことをやらせていただいた時の様子です。でこの真ん中に金色のオブジェがあると思うんですけれども、そちらの設計をやらせていただいて、周りの映像はチームラボさんの映像を演出をしていただいてということで。感性ってのは感性の感性ですか？そうですね、感性ですね。この設計インスタレーションの設計もやっぱりそういうものをポイントにして設計していったんですかね。そう感性の木っていうタイトルをつけて真ん中に置かせてもらったツリーで、見る人によればそれは松の木に見える、他の人が見ると竜が昇ってるように見えてる。なるほど。っていうふうにいろんな見え方をすることが感性の木かなというふうな思いで作りました。なんかチームラボの映像とも合ってましたね。はい、すごく合って結ました。構制作段階からやり取りをしながら作りました。もうあれもチームラボボーダレスとかに常設展示してほしいぐらい合ってましたね。すごい素敵な。素晴らしかったですね。そして東京谷中にある日本酒バー木枯らしのデザインも広瀬さんが手掛けられたそうなんですが、こちらは坂本さんとも縁が深いお店なんですよね。私が日本酒を作る時にですね、蔵元からこの日本酒は特別に海外向けに作りましたということで、これをブランディングをしてほしいという依頼をいただきまして、ちょうど横にですね広瀬さんがいたんで広瀬さん、これ本当に飲んでる時なんですけど、広瀬さん日本酒のデザインやってみませんかっつったらやるということで、せっかく日本酒ができたんでアンテナバーをちょうど谷中にいい場所がありましたんで、じゃあ作ろうということで、こちらも広瀬さんにデザインしてもらって、木枯らしバーという日本酒のバーを作らせてもらいました。じゃあバー木枯らしの一押しが先ほどのお酒っていうことですか？木枯らしバーには木枯らししかないんで、あら、あれでいいですね。あれ美味しかったから。美味しかった。純米大吟醸生酒なんですよ。なるほど。我々が言う生ビールと全く一緒なるほど。で、純米大吟醸生酒、常識的には我々のビールもそうなんですけども要冷蔵なんです、ところが生酒でありながら常温流通常温保管が可能な日本酒が先ほどの木枯らしだね。だからアウグスビールとは真逆の世界がどういう手を使ったんですか？無菌製造工場です。なるほど。で我々はそこまではできないんですけれども、無菌製造工場で作られた日本酒には生きているのは酵母だけです。なるほど。でその酵母もですね、発酵工程が終わると再発酵はする可能性はあるんですけど、基本的には役割は全て終えているんですね。なので常温であっても再発酵はしない、非常に画期的なその醸造方法で作られた日本酒なんで、これはぜひなんとかやってみたいなと思って、できた日本酒を一緒に飲んでる時にブランディングをお願いした。そうなんだ。そうだったんですね。で、日本酒って実は世界に誇る特徴がありまして、一つのお酒で冷や酒、常温、ぬる燗、熱燗、世界のお酒の中で日本酒だけが 4種類の温度帯で飲める、他のはなかなか飲めないんですけども、木枯らしバーでは、今の4種類の温度帯の木枯らしを出して、そうなんだ。それに合うおつまみを4つずつ出してる。なんであそこは木枯らししかない日
でも木枯らししかなくてもそれだけ楽しめるということですよね。今すぐ行きたい感じですけどね。ラガービールとエールビールっていうのの違いっていうのはそれで仕込んでみたらですね、とてつもなく美味しいビールもうとてつもなく美味しい。ここで坂本健二にさまざまなビールの種類について聞いてみました。ラガービールとエールビールっていうのの違いっていうのはどういうところ？歴史としては、誕生の歴史としてはシュメール人とか古代エジプト人っていうのは作ってたのはエールビールと言われて、今で言うとエールビールと言われているものですけども、酵母が液体の上の方で発酵する上面発酵酵母と言われて、でこれは発酵する温度もですね18度から25度ぐらいという結構常温の状態でも発酵するんですけれども、したがってその歴史はエールのは古いです。でラガービールというのは逆に、低温で発酵する酵母、仮面発酵酵母と言われるんですけども、それが、8度とか5度から8度ぐらいで発酵するので、要するに冷たい状態じゃないとラガービールはできないです。寒くないとできないのか。はい、じゃあ昔は冬場にラガーができて、暖かい時にエールができてっていう感じですかね。ヨーロッパ大体寒いんで、夏は作んなかったでしょうけど、冬になるとラガーできてたと思います。で今我々が飲んでるのはほぼラガーなんですけどね、ピルスナーと言われてるタイプのビールなんですが、これはですね、1842年ですから、あんまり経ってないですね。時間は200何十年ぐらいしか経ってないんですけど、チェコのピルゼンというところで偶然出来上がったビールと言われてます。たまたまピルゼンの水が軟水だったんで、それで仕込んでみたらですね、とてつもなく美味しいビールができた。とてつもなく美味しい。それがラガービールで、その10倍ぐらいの歴史があるエールビールを瞬く間にですね席巻して世界中に広がったんです。すごいイノベーションだったんですね、そのピルスナーってのは。でそれを熟成をさせるという技術もその時に多分発達したと思うんですけど、土に穴を掘ってビールをこう埋めておく、ドイツ語でラーゲンというラーゲン、はい、わかりますわかります。であれがラガーの語源のです。そうだったんですね。穴を掘るという。穴を掘る。はい。でそこにこうビールを熟成させてエイジングさせるという、そういう技術もその時から発達しました。日本で初めてビールを飲んだ人物は誰か分かっているんですか？固有名詞までは分かってないんですけれども、1800年前半ぐらいにですね、長崎の出島にですね、イギリスの軍艦が、オランダの国旗を上げてですね密航してきたんです。で、その軍艦に積んであったのが、イギリスの船ですので軍艦なんで多分 IPA だと思うんですけども、それを長崎奉行所の役人が飲んだのが最初だろうと思われます。見聞したんですかね、これはなんじゃとか言って。いやそうなんですよね。なかなかうまいのみたいな。そうです。でところが IPA なんでむちゃくちゃ苦かったです。要するにインドに来るやつと同じビールが来ちゃったんで、これは僕の想像ですけど、そこからですねビールは苦いという記憶が刷り込まれたんじゃないかな。確かに日本人の中ではビールは苦いものっていうイメージがね、確かにありますもんね。フェートン号事件と言われてる歴史的にはですね、それが初めてビールを。では日本で最初にビールを作った方っていうのはどなたなんでしょうか？ですね、これは結構ちゃんと分かってまして、さっきのその出島のフェートン号事件から50年ぐらい経ってですね、ほぼ幕末ですね。三田藩という藩の藩医をしてた川本公民という人がですね、江戸に出てきて、で川本公民さんって結構優秀で、科学書のオランダ語の科学書を日本語に訳して科学新書とかいうのを作った。でそのオランダの科学新書の中にビールの作り方が書いてあった。それをそのまま再現したのが川本公民というふうに言われてます。やってみたいな。昔今で言うと YouTuber がやってみたんですね。ビール作ってみたいみたいな。
世界のデザイン&アートニュース。今週ご紹介するのは、東京とドイツハンブルクを拠点に活動しているオーディオビジュアルクリエイターチームフライトグラフ。映像、音、光などを駆使したインスタレーション作品を2013年から発表し続けています。世界中で作品は高く評価され、モスクワ、ドイツ、ルーマニア、アメリカ、マカオなど世界規模で活躍しています。そんなフライトグラフは今年11月末、ドイツワイマールで開催の国際的なメディアアートの祭り、ゲニウスロキワイマールの最優秀賞を受賞。これからの活躍も楽しみですね。はい、新しいこととかに、どんどん積極的に。やっぱ最先端のデザインをやってる人たちほどデジタル。はい、広瀬さんが代表を務める会社アーキコンプレックスなんですが、特にコンピューターデザインを巧みに取り入れているという点で高い評価を得ているとお聞きしています。デジタルでのデザインの魅力を特に感じる点っていうのはどういったところでしょうか。紙と鉛筆でデザインするのも大好きなんですけど、同じぐらいやっぱりなんていうんですかね、プログラムをしてパラメーターからコンピューターが発見してくれるものっていうものもやっぱり結構魅力的なものもあって、そういうところがいいところかなって思ってますね。コンピューターをそのクリエイティブにおける発見の道具として使っているという。使ってますね。ある意味じゃもう自分を超えてるわけですもんね、そこはね。例えば建築って本当さまざまな要素の中から答えを出さなきゃいけないことが多いですけど、じゃあそれ1000個の中から自分がこう一つ選ぶっていうことよりも、その1000個の中からコンピューターと一緒に共同して10個まで絞り込める。そうすればその10個の中から自分が好きなものを選ぶっていうことができるので、その方がより精度が高かったり。じゃあもう自分でプログラムを組んで、そこからいっぱいデザインを生成してっていうことをやってる。そういうことも取り組んでますね。なるほど。アーキコンプレックスとしてはどういった活動をなさっているんですか。かなり幅広いんですけれども、東京ミッドタウンのインスタレーションなんかも実は全部フラフープの輪っかでできてるんですけど、サークルパッキングっていう数学の理論を使って円と円がちゃんと隙間がないように組み合わせるっていう技術を使ってそれをトンネルの形に組み上げてみたりですとか、でそのトンネルの形にするときにやっぱり簡単なところと難しいところがあって、その難しい建築部材の部分なんかは今だいぶ普及してきましたけれども、 3D プリンターなどを使って一つずつ細かく作っていくといったようなこともやっています。コンピューターオタクの人ってこの感性とのバランス取るのができてないこともあると思うんですよ。だからあんまりアートとかデザイン分かんなくてコンピューターオタクだって。で広瀬さんの場合って両方できてるっていうのがすごいなと思って。やっぱり楽しいことをやりたいって思ってたり、あるいは皆さんから出る要求に対してそれを超えてみたいってやっぱり思ってるので、いつもなんか楽しいことばっかりで、若いデザイナーの方々にデザイナーもプログラミングが必要ですよっていうワークショップを開いてたりします。面白い。でうまくいくとこれ黒帯がもらえるとかですね、いろいろなワークショップを。3D スキャンしてましたね。はい、ちょっとした置物的な何か何ですかこれは。なんかやっぱりアーティストの方が作るこういうオブジェって繊細で、なかなか輸送が難しかったり保存が難しかったりするので、そういったものを3次元でアーカイブするっていうことをやらせていただいたり、でそのアーカイブしたものってまた 3D プリンターで復元できたりっていうことができます。いいですね。じゃあすごく古いものとかも仏像とかもスキャンしちゃえば復元できるかもしれない。そうですね。拡大も縮小もできますから。でもなんかやっぱりコンピューターとアートデザインってやっ
ぱ最先端のデザインをやってる人たちほどデジタルコンピューターに向き合ってること多いと思うんですけど、いつもはい新しいこととかに、うんどんどん積極的に取り入れるようにしてますね。どうですか坂本さん、デジタルとアナログの関係っていうのは。もともと小布施の町の町ごと再生という中に昔の酒蔵があって、その酒蔵を再生してビール工場を一緒にやりませんかっていうことでお話をいただいたのがきっかけなんですね。でその時に僕よく知らなかったですけど、ビムという建築方法といいますか3次元でスタートする。でそれ広瀬さんにいろいろ教えてもらってですね、いやこれは面白いなということで、小布施いまだに続いてるんで、ぜひともその町の再生が終わりましたらビール工場を小布施に作りたいなと思ってます。それはいいですね。でもうじゃあある意味じゃ2人の出会いからいろんなクリエイティブが生まれてきて、そういやいや、それな形したのがお酒ってことですか？そうですね。そうですおね。酒に。なるほどな。木枯らしっていう名前どこから来たんですか？これは広瀬さんにつけていただいたんで。広瀬さん、木枯らしは海外向けというお話があったので、日本のひらがなで4文字で言えるものがいいかな。ラベルのデザインなんかもやらせてもらえるということだったので、何か新しい全く新しいラベルのデザインってないかなということも考えて、ラベルに普通名前書くじゃないですか、そのお酒の名前を。でもラベルにお酒の名前を書かないっていうことに挑戦しようっていうのも同時に考え始めて、でそうやってやっていくと4文字でラベルに名前を載せないっていう自分で決めた2つのなんていうんですかルールに従っていくと行き着いたところが漢字1文字の木枯らしで、実はラベルの真ん中にはその木枯らしという文字がなくて、木枯らしという文字自体は消えてしまっていて、ラベルの枠だけが残ってるっていうデザインにしてみました。最後にクリエイターとして作り手として何か心がけていることなどありますか？なるべくいただいたご要望とかそういった期待に応えるよりもちょっと超えたところまで提案させていただいたり、そんなことまでっていうふうに言ってもらえるようにっていうのが心がけてることですか。今坂本さん隣でって言ってたけど、やっぱりそうでしたか？そうですね。期待を超える本当に木枯らしという音も作ってもらったんですけれども、デザインを見てですね、実は風の作りの逆なんですね。おお。いやこんなことよく考えられるなと。でも真ん中にちっちゃく落款で木枯らしというのを入れてもらってましてですね、もう想像をはるかに超えるイールドでしたね。結果でしたね。本日は面白いお話ありがとうございました。どうもありがとうございましありがとうございまた。次回のクリエイターとその愉快な仲間たちは、アウグスビールを生み出した坂本健二とその愉快な仲間女優ガラス工芸作家川上舞子とのスペシャルトーク、お楽しみに。この番組は清水建設エイブルの提供でお送りいたしました。